はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、猫顔を作る時のポイント、そこをね、ちょっとね、簡単に解説していきたいと思います。今までね、僕、レッスン動画ね、何個か出してます。猫を作るね。で特にこの三毛猫レッスン動画見てね、僕のチャンネル登録してくれたりとかね、練習して作った人多いんじゃないかなと思うんだけども、この動画を作ったのって2年くらい前なのかな。で、今の作り方とは全然違うんだよね。で、新たに僕が今気をつけているところをね、ちょっとポイントを話していきたいなと思います。で、みんなにこう知っておいてほしいのが、僕のレッスン動画見るのもそうだし、いろんな先生の教室に通ったり、あるいはいろんなね、オンラインレッスンの講座買ってやってみたりとか、みんなね、いろいろ上手くなるために努力してると思うんだけども、で、それはそれで OK。で、ただね、一つ気をつけてほしいことがあって、テクニックを習いに行ってると上手くならないからね。その技術をね、教えてもらって身につけるのはいいの。なんだけど、大事なのはその技術そのものではなくて、なぜそうなるのかっていうとこが大事で、形だけを真似しようとしちゃってるから、そうじゃなくて、形じゃなくて中身ね。ああ、なるほど。だからそこの形はそういう風にしなきゃいけないんだねっていうそこの部分。それをね、ちょっとね、理解してください。はい。でね、今回はちょっとそんな話をしていきます。でね、この三毛猫レッスン動画を見て作った人いると思うんだけども、でその中でね、多いのが、やっぱりね、添削とか受けたりしててさ、多いなって思うのがね、顔が平べったいんだよ、みんな。でね、これなぜ起きるかっていうのをまずちょっとそこ理解してほしくて、なぜかというと、これはね、作り方に問題があるのね。こういった平べったい丸のベースから、そこからこう、目玉つけてったりして、で、これに肉付けしていくわけじゃない。でこの状態からいろいろ肉付けしてって作っていくんだけど、どうしてもこの平べったいものから肉付けして盛り上げていくんだけど、もともとがね、平べったいから、無意識に平べったく作っちゃうのね。だから、すごく意識してないと、ここがね、すごい潰れた感じの作品になっちゃう。それはね、フレーム作品の、弊害かなって思ったり、あと、みんな多いのがね、この奥行き、このフレームにつける部分の奥行きが、すごく平べったくて、要は後頭部がないのね。本来さ、後頭部作るとこれぐらいまであるんだけれども、これが、みんなね、フレーム作品作るときに、ここぐらいまでしか作らないの。ここぐらいとかね、極端な話すると。ほんと顔面の部分だけ。すると何が起きるかって言ったら、わかる？こっち側の方がわかるかな？みんなね、この辺ぐらいまでしか作らないの。するとね、ほらもう耳つける位置がないでしょ？じゃあみんな耳をどこにつけてるかっていうと、つける場所がないから、さらに前につけてるのね。だからもう、この辺から耳が生えちゃったりして、おかしなことになっちゃう。前から見たバランスも。そういうことが起きているよ。で、それがなぜ起きているかっていうと、さっき言ったように、この平べったいものから作り込んでいくから、どうしても平べったくなりがちなんだよっていうところをね、まず理解してください。はい。で、じゃあどうしなきゃいけないかっていうと、この頃のね、作品作ってる僕も、まだね、これ結構平べったいね、だいぶ頑張ってはいるんだけど、で、今の作り方はちょっと違います。で、今どこを気にしてるかというと、顔にね、さらに立体感を出すために、どうしたかっていうとね、まずね、これもみんなにやってほしいんだけれども、作品が作ってみておかしいなって、例えば猫の作品作ってね、なんか猫っぽくないなって思った時に、みんなね、ずっとやるのが作品見て悩むの。どうしようかな。で、なんだったら僕のレッスン動画の僕の作品を見本に作ってるから、またね、ほら、猫を作ってるはずなのに、僕の作品を見て作品を作ってる。おかしくなってるでしょ？そうではなくて、猫を作ってるんだったら、どこがおかしいんだろうって思ったら、猫の写真とか、猫の動画とか、あと家で猫飼ってる人だったら、飼い猫の顔を見せてもらってよく観察してほしいのね。で、自分の作品と本物の猫とどこが違うんだろうっていうその間違い探しをしてほしいわけ。なんだけどみんなね、それをやらない。それやらないと。だって猫作ってるんだから。だから犬も同じね。犬作ってみてなんかうまくいかないなっていう人は、犬ちゃんと観察してみないと。その作った犬種ね。で、
僕もうちの子たち観察させてもらって、どこが違うんだろうって、すっごいいろいろ考えてね、あ、なるほどと思ったのがね、2箇所、3箇所あるかな。というわけで、じゃあね、僕の今気をつけてるね、3つのポイントをね、言っていきます。で、まずはね、この、頬骨。これに関してはね、さっき言ったように、この平べったくなる原因そのものであって、横から見てほしいんだけど、これね、比べてみたらわかるんだけども、この作品どうだろう？頬骨のこの出方。ちょっと違うでしょ？こっちの方がしっかり前に頬骨が出てるよね。で、こっちはね、ここまでしかないね、頬骨が。結構出してるつもりなんだけど、まだちょっと甘い。で、こっちの作品はしっかりここまで出てる。で、もちろんね、これは、モデルの子がいてその子に合わせて作るんだったら個体差があるからね。それはもちろんその子を見て作るんだけど、一般的に猫を作るんだったら、ここはね、少し出した方がいいなっていうのが僕の今の見解です。はい。なので、ここ、頬骨の作り方。特にここの距離、目から下、髭袋に行くまでのここの長さ。この長さね。ここのこの長さをなるべく長くする。長くするんだけど、勘違いしてほしくないのは、下に伸ばさないでほしいっていうかな。ここが長ければいいのかって言ったら、ここ長くただしちゃうと、口元すごい下に行っておかしな顔になるから、そうではなくて、こっちの方向に前に出る。だから上から見たときに、ここの距離が横とかに比べたらあるよねっていう感じ。そういう感覚かな。で、まずね、ここの作り込みが一つと、で、次ね、マズルの作り込み。これね、今僕気にしてるのは、ね、ちょっとね、影でわかるかな。この目頭から、スッとこう来て、この髭袋まで。ここにね、ちょっと僕は今、ベースの時に溝をつけるようにして作ってます。こういう風にね。目頭から鼻筋、横通って髭袋、ここまで。もうしっかりと、こういう形で作れるように、こういう風に作り込んでます。やっぱね、髭袋の大きさとか形、ここ結構大事。あとね、ちょっと、ここの形とは外れるんだけど、みんな多いからついでに言っておくと、ベースの時に、髭袋ね、これももちろん、モデルの子がいたらその子に合わせるんだけど、でも、これ見てほしいよね、ここ。この髭袋の端っこがさ、目より超えてないでしょ？外側に行ってないでしょ？この目の内側。なんだったら目の中央よりちょっと外側くらい。これぐらい。で、これに植毛したら、さらにちょっとだけさ、広がるじゃない？一回り大きくなるから、すると、一回り大きくなったとしても、この辺ぐらい、髭袋がね、植毛したとしても。目の幅の内側に収まってるじゃない？それぐらいにしておく。で、これが、髭袋大きくなっちゃう人っていうのは、ベースの時にすでに、なんていうかな、この辺まで来ちゃってる。髭袋の幅が。だから、植毛したらさらに大きくなって、バランスが悪くなる。そんなことが起きているよっていうのが、ちょっとね、話それたけど、髭袋の話。はい。とにかくね、二つ目の僕が今重視しているポイントは、この目頭から髭袋にかけてのこの流れをしっかり作るようにしてます。これによって何ができるかっていうとね、結構ね、ここの立体的な、単調な形の髭袋とか鼻筋じゃなくて、立体的なね、複雑な形ができるようになるんだけど、ここではね、今日はそこまで細かく解説しないけど、それがね、作れるようになります。あと最後ね、もう一つはね、この頃と、多分ね、この頃のレッスン動画で言ってるのと違うと思うんだけど、輪郭の話なんだけど、この頃は、この輪郭、顎関節からこのままね、下顎に向かって行くんだよっていうのを多分ね、この動画か、キジトラレッスンの動画かでね、こういう風に言ってると思う。だけど、僕の今の意識はそうではなくて、この顎関節からエラの部分ね、ここから下顎にこうやって向かっていくんじゃなくて、ここから髭袋にこうやって向かっていく。わかる？ここ。するとね、このほっぺの肉、膨
ふんわりとほっぺが膨らんで、髭袋に向かってこういうふうに。こういうことね。これちょっと、もっとわかりやすく解説すると、まあ、こうやって猫顔があって、今まではね、この、輪郭がこういうふうに下顎に向かっていくように作りましょうって教えてたのね。すると、この丸の中に顔のパーツが全部収まっちゃう。で、今はそうではなくて、下顎に向かうんではなくて、意識としてはこの髭袋に向かうように作る。すると、顔の輪郭が変わるでしょ。下顎に向かってたらこういう輪郭になるけど、髭袋に向かってれば、こういう輪郭になるから、もう少しスリムっていうかな。ここの分が、膨らんでるのと膨らんでないのと全然顔の形が違うので、この作り方の方がより猫らしいシルエットになるなっていうのがね、今の僕の作り方です。するとね、こういう形のベースが出来上がります。はい、というわけで今回はね、僕が今猫顔を作るときに気をつけているポイント3つをね、話をしました。頬骨、それからね、このマズル付近、この辺の作り込み、そして輪郭の作り方、この3つ。で、理由はね、今動画の中で解説した通りです。まあ、ざっくりとした理由だけど、まあみんなにやっぱり知ってほしいのは、そのレッスン動画とか、ああいったもののそのやり方、手順、それを真似しても、それ以上上手くならないよっていう話。そうではなくて、その手順の中でなぜそれをやらなければいけないのか、なぜそうなるのかっていうところを、形そのものを覚えるんじゃなくて、なぜそうなるのかね。そこの本質の部分。そこをね、抑えることを考えながらね、練習していってほしいなって思います。はい、それではね、今日の動画はここまでです。お疲れ様でした。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。